おっす、ずんだもんで。みんな、元気？今日はね、太陽ギラギラのカリブ海の楽園、キューバについて語りまくるのだ。実は、キューバの公用語はスペイン語なんだけどさ、なんと方言がものすごくたくさんあって、島の中でも場所によって全然言葉が違うらしいのだ。まるで別の言語みたいだって話なのだ。びっくりでしょ。そんな魅力いっぱいのキューバから、今日は3つのホットなニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが、1つ目のニュースなのだ。サンティアゴ。クーバにフィンレイ。ワクチン研究所の支所が開設。という記事なのだ。サンティアゴ。クーバに、キューバのフィンレイワクチン研究所の初の地方支部がオープンしたのだ。これはハバナ以外で初めての支部で、サンティアゴの県と510周年と歴史的な出来事の記念日を祝って開かれたのだ。ワクチンの開発が加速して、みんなの免疫プログラムが強くなるって話、すごいよね。詳しくは、これから一緒に見ていくのだ。カリブ海に浮かぶ美しい島国キューバをご紹介するのだ。その首都は、歴史とカリブの風が心地よいハバナなのだよ。キューバは1959年の革命を経て、独自の社会主義体制を築いてきたのだ。人口は約1130万人で、陽気で情熱的な人々が暮らしているのだよ。この国の魅力といえば、世界的に有名な葉巻や甘い香りのラム酒、そして情熱的なサルサやソンといった音楽とダンスなのだ。医療やバイオテクノロジーの分野も実はすごく発達しているのだよ。最近では経済の開放が進んで、観光業が活発になっているのだ。街を走るクラシックカーやカラフルな建物は、まるで映画のセットのようで、世界中の人々を引きつけているのだ。手つかずの自然も豊かで、カリブの楽園と呼ばれるにふさわしい、魅力あふれる国なのだ。一つ目のニュースなのだ。サンティアゴ。クーバにフィンレイ。ワクチン研究所の支所が開設。という記事なのだ。サンティアゴ。クーバに、キューバのフィンレイワクチン研究所の初の地方支部がオープンしたのだ。これはハバナ以外で初めての支部で、サンティアゴの県と510周年と、歴史的な出来事の記念日を祝って開かれたのだ。バイオキューバファーマの社長さんは、これがキューバの医療試験を守るための大切な一歩で、ワクチンの開発を加速して、みんなの免疫プログラムを強くするのだと話しているのだ。研究所の副所長さんは、この支部が10年以上にもわたる研究の成果なのだと説明しているのだ。この新しい場所では、ワクチンに関する臨床研究が行われるのだ。まだ工場での大量生産はしないけれど、研究から実際に使われるまでの一連の流れを、ここサンティアゴで完結させられるようになるのだ。特にサンティアゴの支部は、すでに乳幼児向けの肺炎球菌ワクチンの研究を進めているのだ。支部長さんは、これで科学研究がもっとみんなの身近なものになって、地域の一次医療システムとの連携も強化されるのだと期待しているのだ。それに、この施設は、お医者さんや科学者の卵たちを育てる研修センターの役割も果たすのだ。最新の微生物や科学の設備も備わっていて、このサンティアゴで直接、最先端の研究ができるようになるのは、すごいことなのだ。二つ目のニュースなのだ。楽観と自信、そして団結をもって前進し続けよう。モンカダが逆境を勝利に変える術を教えてくれたのだから、という記事なのだ。キューバでは、モンカダ襲撃から72周年を記念する式典が開催されたのだ。マヌエル・マレーロ首相は演説で、この襲撃がキューバの真の独立闘争の始まりだったと語ったのだ。モンカダの精神は、どんな困難も乗り越え、勝利に変える大切な教えなのだ。式典が行われたシエゴ。アビラ県は、歴史的な勇気と食料生産や観光、教育といった分野での成果が評価されたのだ。特に、フィデル司令官の先見の明かりで開発されたカジェリア、ノルテ地域の観光地は大きく貢献しているのだ。だけど、キューバは今、
米国による残酷な経済封鎖という大きな試練に直面しているのだ。これはまるで終わりのない戦争みたいなのだ。さらに国内の停電や経済的な課題もあるのだ。それでも政府は経済を立て直すためのプログラムを進め、効率を高め、問題を解決しようと頑張っているのだ。フィデルやラウルの教えを受け継ぎ、社会主義と祖国を守り抜く決意なのだ。たとえ困難が大きくても、キューバの人々は団結して前に進むことをやめないのだ。世界中の仲間たちとの連帯もキューバを支えているのだ。キューバはこれからも主権と尊厳を守りながら世界と友情を育んでいくのだ。3つ目のニュースなのだ。ラウル、ディアス、カネル、そして全キューバ、7月26日という記事なのだ。キューバでは1953年7月26日のモンカダ兵営襲撃事件から72周年となる記念式典が2025年7月26日に盛大に開催されたのだ。シエゴ、アビラにあるマキシモ・ゴメス・バエス革命広場には革命の歴史的指導者であるラウル・カストロ将軍とキューバ共産党第一書記で共和国大統領のミゲル・ディアス・カネルをはじめ、なんと1万人もの人々が集まったのだ。この英雄的な襲撃はフィデル・カストロが率いたもので、キューバ革命の始まりを告げる重要な出来事だったのだ。式典は事件が実際に始まった午前5時15分に厳かに追悼の意を捧げる形で始まったのだ。革命司令官ラミロ・バルデスや反乱軍司令官ホセ・ラモン・マチャドなど多くの党や政府の幹部も参加したのだ。さらに23カ国から集まった370人ものキューバを支援する友人たちも共にこの大切な歴史的記念日を祝ったのだ。これは過去の偉大な戦いを忘れず未来へとつなぐ感動的な式典となったのだ。キューバは革命の歴史と文化が息づく美しい国なのだ。フィンレイ研究所の支部解説など医療・バイオ分野の発展も著しいのだよ。米国による経済封鎖という困難に直面しながらもモンカダの精神で国民が団結し着実に前進しているのだ。これからも主権と尊厳を守り世界と友情を育んでいくキューバに注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。